コンケイクです。今回のテーマは、周囲から見たあなたの雰囲気です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、ヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。あなたの周りの人たちが見た雰囲気ですね。あなたが困っている時にですね、心配する人もいれば、態度を急変する人もいらっしゃるっていうことで、その人がどういうふうに態度を変えてくるかっていうのをですね、よく見ると良さそうな感じがしますね。あなたのことを本当に好いている人っていうのが必ず近くにはいらっしゃいます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。こちらがカップのキングの正位置です。人からは親切で心が広いと思われているような感じですね。信頼性もあります。だからこそ人間関係も良好だったということですね。そしてあなた自身がですね、幅広い知恵がある。その知恵を持っていろんなことを対応できたっていうことなので、周りの人からも頼りにされてたっていう可能性は高いですね。あなた自身のその度量の大きさっていうのをですね、周囲の人たちは認めていたっていうところがございます。それでは現在ですね。こちらがソードのページの逆位置ですね。力が試される運気になりますね。優しさから騙されたりですね。利用されてないか心配されているっていうことがありますね。あなた自身のやりたいことっていうののためには、しっかりとですね、ご自分の力を発揮しないといけないっていうことですね。その頑張りっていうのは必要。で、あなた自身の性格がやはり親切でですね、人がいいっていうことですよね。なので、周囲の人から見ると、試されてる時っていうのでも、人から利用されてないかなとかですね、騙されたりしてないかなとか、そういったところを心配されているっていうことですね。そうですね。そのあたりですね。変な人が近づいている可能性もないとは言えないですからね。その時は、その心配してくださる方に相談してみるっていうのでもいいかもしれませんね。その人にこういう感じで進めるんだけど、この人がこういうことを言ってるんだけどどう思うっていう感じでですね、聞いてみるっていうのも一つの手かもしれませんね。自分自身がもうそれを進めたいと思うのであれば、そうやって自分の気持ちを大事にするっていうことももちろんいいと思います。ただ、自分の周りに変な人がいないかっていうのが心配があればですね、それは自分だけでは判断できないようであれば、人に聞いてみるっていうのもいいと思います。では、その現在のあなた自身の状況は実際どうなのかっていうのはですね、節制の正位置です。人との交流から気づきが生まれるとき、新しい発見があるときっていうことでですね、やはりあなた自身を心配してくださってる方っていう人としっかり交流してもらって相談していくと、自分にはなかった考え方っていうのが出てくるのかなと思いますね。アイディアとかですね。もちろん変な人にすり寄られてるとか、そういう可能性があったらですね、人から言われることで気づくっていうこともあるかもしれませんね。そういうこともあるかもしれない。あなたにとっては何より交流は大事っていうことですね。自分自身で一人でやることも大事だけれども、そうやってあなたのことをいつでも心配してくださる方、そばにいてくださる方っていうのも必ずいらっしゃるはずなので、そういった方との交流は大事にしていってほしいなと思いますね。では未来ですね。こちらがワンドの2の逆位置ですね。成果を失いそうになる時ということですね。それか、もしくはですね、その不安を抱えるっていうこと
です。そうすると周りの人たちから見ると困難に見えるんですよね。とても大変そうにしてるなっていうのがわかるので、心配する人がいる。これはずっとあなた自身を心配してくださる人がいらっしゃるので、その方が、引き続き心配してくださってるのかなっていう感じはしますね。で、その中でもですね、やはりあなたが大変そうにしてると、関わらないでおこうっていうふうに態度を急変する人もいらっしゃるんですよね。もうそういう人はですね、わかりやすいですよね。自分の利になるときはあなたに近づいて、自分が損するなって思った時はもうあなたのことを切ってしまうっていうような勝手な人なので、そういった人はですね、もう離れていってくださった方がいいですからね。向こうの方が態度を急変して嫌な態度を取ってきたりとか、縁を切ってきたりとか、そういうのがあれば、その人とはですね、もうそのままお別れしていきましょう。それがいいと思いますね。それよりはずっと引き続きあなたのことを心配してくれる人、相談にも乗ってくれたりですね。大変そうな時にですね、寄り添ってくれる人ってすごく大事ですからね。そういう人を大事にしてほしいですね。で、成果を失いそうになるっていうことなので、今この場でですね、分かったっていうことは、それを失いそうになるですからね。失わない可能性も高い。不安を抱えてるだけかもしれないっていうこともあるので、その不安を抱える必要はないのかなと思います。怖いなって思うと思うんですけれども、あなた自身が成果をですね、手に入れるっていうことはもちろんできると思います、今後ですね。失うような何かきっかけがあるのかもしれないんですけれども、そのきっかけを止めることは今だったら間に合いますからね。今後の未来っていうことなので、そこをですね、しっかり注視しておくのがいいのかなと思います。では、周囲の人ですね。実際どういった人がいらっしゃるのか。審判の逆位置ですね。これはですね、あなたに対する態度を急変してきた人の方ですね。面倒な人、関係の修復は困難ということなので、まさに離れて大丈夫な人たちですね。関係の修復困難ですからね。あなた自身がわざわざですね、仲をまた仲良くしようっていう風にしなくていいと思います。あなた自身を見捨てるような人ですからね。そういった人にわざわざ近づいていって、また仲良くなろうっていうのって、向こうからすれば都合がいいっていう感じになっちゃいますからね。そうならないようにですね、その周囲の人からは離れていきましょう。では最終結果ですね。こちらがどうなるのかっていうのが、帝王の正位置ですね。満足できる結果が出ます。周囲の人と良好な関係を築いていくことができます。その周囲の人っていうのはあなた自身をリラックスできる人と思っているっていうことなので、安心してもらえるっていう感じなんでしょうね。あなたが本来の性格がお優しい方、人がいいぐらいに心配されるぐらいですからね。そういう感じの方なので、安心して一緒に過ごせるなって思ってくださるんでしょうね。で、その中であなた自身が自分にとってもですね、得るものがたくさんあるっていうことみたいなので、その点でも良かったなと思いますね。人との関係も良い方向に行って、あなた自身の目標とかですね、いろんなやりたいことだとかそういったところでもですね、満足できるもの、嬉しいことっていうのになっていくのかなと思いますね。では助言になります。こちらがペンタクルの6の正位置ですね。助け合いを意識しましょう。これは交流を大事にしましょうっていう風にもう先ほども言いましたからね。それと同じような意味合いで大丈夫だと思います。あなた自身が相談することっていうのもたくさんあると思いますし、で、もちろんあなたがですね、他の方の相談に乗ってあげるっていうこともあると思います。そういった助け合いを意識する。しなくてもあなた自身はできてそうな気もしますけれども、そこをですね、しっかりと意識して人と人とのつながりを大事にしていくっていう風に考えていただければなと思いますね。では、オラクルカードの助言ですね。1枚目。幸福です。時間、人生、経験を重ねるうちに、私たちは幸福とは何なのか、何を感じなければならないのかという思考にとらわれてしまいます。そうですね。幸福って何なんでしょうねって考えちゃいますよね。自分にとっての幸福が何なのかを考えすぎて、逆にですね、それにとらわれてしまって、
せっかくあなた自身が結果を残してたとしても、それで足りないっていう風になっちゃうと、ずっと自分自身がなんだか幸せになれてない気がするっていう思いを抱えるようなことになってしまうと思うので、あなたが今自分自身で持っている幸せっていうのを、まず身近なことを考えてみるっていうのでいいと思います。遠い幸せをですね、ずっと追い求めていくと苦しいと思うんですよね。あなたにはちゃんと人も恵まれてますし、で、これからはですね、あなた自身の目標とかですね、やれることっていうのも満足いく結果になっていくっていうことなので、もちろんハングリー精神を持つことっていうのは時にはですね、大事ですよね。そうやって自分が頑張るぞっていう、前に向いていくぞっていう気持ちを持つために貪欲になるっていうことは大事だと思うんですけれども、ずっとですね、幸福を追い求めすぎて、自分の心がずっと苦しいっていう風になっちゃうのは良くないと思うので、そうならないために、それにとらわれないように動いていくっていうのが大事っていうことですね。今ある幸せっていうのが何なのかっていうのをですね、まず意識してみるといいと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目ですね。こちらが、あなたは灰の上にも立ち上がるでしょう。あなたは再び完全になる方法を見つけるでしょう。辛い時もありますよね。もちろん未来の時にですね、もしかしたらあなたが辛い目に遭わなくってもなんだか不安とかですね、辛い気持ちになるっていう時もあると思うんですよね。そういった時でも必ずあなたは立ち上がることができる、その暗い灰の上ですね。もしかしたら足場としてはですね、十分ではないかもしれないけれども、そこでしっかりと立っている。そして、あなた自身が完全になる素敵なアイデアを見つけて、自分自身が進んでいくことができるっていうことですね。そして、オラクルカードの3枚目が自信です。時間と練習が必要です。これはご自分の自信ですね。それを得るためには、時間と練習が必要っていうことですね。そうなんですよね。このあたりですね、ご自分に自信がない人っていうのは、やっぱり多いんですよね。自分には何もないんじゃないかって思っちゃう人ってたくさんいらっしゃる。でも、そんなことはないんですけどね。それぞれにご自分の中にある素敵な部分、魅力的な部分ですね。そういったところはあるんですよね。先ほどお伝えしたように、あなたのことを好いてくれる人っていうのがたくさんいる。ということは、あなた自身に魅力があるからこそなんですよね。そういった自信をつけるのって、やっぱりですね、最初に自信がない状態から始めると、時間も必要ですし、で、自分に自信を持つって言ってもですね、それにも練習が必要。少しずつでもいいんで、自分の中にですね、自信をつけていく練習をしていきましょう。では、レノルマンカードですね。カマです。思い切って決断すると良いですね。切り分けて考えるようにという風になっておりますので、これもですね、あなた自身が悩ましいと思ってることっていうのもですね、人と交流していくことで、いろいろとですね、新たなアイディアも浮かぶと思いますので、その中で自分がいいと思ったところは思い切って決断するっていうことは必要っていうことですね。で、人との関係、そうですね。やっぱりあなたにとって害のある人たちっていうのは切り分けて考えるようにしていって、誰からも好かれるっていう風に動いてしまうと自分が大変なので、そういう人にはもう好かれなくてもいいやっていう風に切り分けて考えるっていう風に動いてもらうといいと思いますね。そうですね。全体的なものを見ますと、あなたのやはり優しさだったりそういったところにですね、魅力を感じている人が必ず近くにいらっしゃる。そしてちゃんと助けてくださるっていうことなので、あなたがどんなに辛い思いをされたとしても必ずそばにいてくれる人がいます。それだけでも気持ちとしては安心できるかなと思いますので、そういった人をですね、大事にして交流していきながら毎日を過ごしていただければなと思います。よろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたの
周囲の人たちが持っているあなたの雰囲気ですね。これがあなた自身がどんな困難にも立ち向かえるような運気になっていくので、そういったところでですね、経験豊富な人として頼りにしてくるっていう人がいらっしゃると思います。それでは1枚ずつお話しさせていただきますね。まず過去です。ソードの4の逆位置ですね。休息を終えて行動の再開になっているっていうことでですね、何かお疲れのことがありましたかね。私自身もですね、ここ最近、病欠に体調を崩しまして、それで休息して行動の再開というのをしております。まさにそんな感じですね。こういうふうにですね、体調的な面で休息されてたのかもしれないですし、心の面でですね、休息されてたのかもしれない。もしくは、物理的に休息してたとかではなくって、自分の中でこうやりたかったこととか、そういったところを小休止して、それからまた新たに行動を始めたよっていうこともあるかもしれないですね。その、あなた自身の頑張りっていうのを感じられるんですけれども、周囲の人がですね、そのあなたの頑張りの方には気づいてくれてなくって、なんでしょうね、拒絶のようなものを感じているっていうことなんですよね。あなたがこう一人でがむしゃらに頑張ってらっしゃるところなんですかね。過去なのでしていたっていうことですね。そういったところでですね、周りの人たちが自分たちはいらないんじゃないかって思うようになっていたっていうことですね。もしかしたらあなた自身が周りの人にあまり頼りにするっていう感じじゃなかったのかもしれない。一人で頑張らなきゃって思ってたのかもしれないですね。そういったところが周囲の人からすれば何かこうあなた自身が寄せ付けないというような雰囲気になっていたっていうところなんでしょうね。それでいて寂しさを抱えていらっしゃったのかもしれない。そういったところがありますね。では、現在がどうなるのかですね。これがペンタクルの4の正位置ですね。努力が報われる時です。手に入れる力もしっかりありますということでですね。休止を終えられて再開して、そこからですね、頑張ってきた。そのことが今現在ですね、報われていく時っていうことなので、良い方向に進んでおりますね。安心しましたね。そして、周囲の人たちの感情っていうのも変わってきてますね。努力家であること、頑張ってるんだなっていうことをですね、認めるような気持ちになっているっていうことで、前は、あなたが周りの人たちを寄せ付けないんだなっていうことで一歩引いてたのかもしれないんですけれども、どちらかというと周囲の人たちも応援したいっていう形になっていってるのかなっていうところがありますね。ただそれはですね、助けたいっていうよりはやっぱりすごいなって思ってらっしゃるっていう部分があるんでしょうね。やっぱりあなたの力っていうのは強いのかもしれないですね。なので自分たちは必要ないかもしれないけど、その頑張りを認めているっていうのは間違いないと思いますね。では、あなたの状況ですね。実際現在があなたの状況自体は何なのかっていうのが審判の逆位置で諦めかけていたチャンスが舞い込むっていうことなので、これは繋がってますよね、やっぱり。自分がやらなきゃいけないっていうことを、休息期間とかもありましたから、その頃には休んでたと思うんですよね。それ自体もですね。それが、諦めかけていたっていうところがチャンスがちゃんと舞い込むっていうことなので、そこでも努力が発揮されていくのかなと思いますね。現在のこの運気で言えば、あなた自身がこのチャンスっていうのもしっかりですね、得ていくっていうことですね。そして結果も残せるのかなっていう感じがしますね。では未来ですね。カップのページの正位置ですね。自分に正直になれる時ですね。そしてあなた自身の個性が鍵になるっていうことですね。もうここはあなたの本音っていうのが大事になってくる感じですね。そして自分自身の個性、性格だとかですね、特技だとか、いろんなスキルとかですね。そういったところの個性が鍵になって、そこを突破口として進んでいけるのかなっていう感じがしますね。
そこでですね、周囲の人たちもまた変わってきます。あなたに親密になれる気がすると。そして、好きだなって思ってもらえるようになるっていうことなので、だいぶ変わってきましたね。周囲の人たちが。あなたのことを近づきづらいなとかですね、どこかこう離れた場所で見ているような感じだったのが、どんどん近づいていきたいなとかですね、この人と仲良くなりたいなっていう気持ちに変わってきている感じですね。それはあなた自身が自分に正直になれるっていう時なので、これまで自分が頑張らなきゃっていうのでずっと一人でやってきたけれども、その中で自分自身のいろんな話をすることによって周りの人たちが打ち解けてきたのかもしれないですね。そういったところが未来で続いていってるのかなと思います。ここまで行くとやっぱり人間関係としてもですね、良いものになっていくのかなっていう予感がしますね。では、周囲の人、実際どんな人がいるのかですね。カップの4の正位置ですね。悩みを抱える人がいらっしゃるっていうことなので、ここはですね、あなた自身がその悩みを抱える人のですね、相談に乗ってあげるのもいいかもしれませんね。これまでのその努力の人っていう感じですよね。で、経験値も高そうな感じがしましたので、あなたがこう今までに培ってきた経験だとか、困難だとかですね、そういったところをですね、悩んでる人に対して自分なりのアドバイスで構わないので、伝えるっていうので、ますますですね、お近づきになりたいな、頼りになるなという感じでですね、親しみを持って接してくれる人も増えていくのかなと思いますので、あまりですね、たくさんの人の悩みを相談を受けてると、あなた自身が大変になっちゃうので、その中で自分とうまくやっていけそうかなっていう人たちの話を聞くのでいいと思うんですけれども、そういった悩みを抱える人っていうのを、またあなたが導いてあげるっていうことも必要なんだと思いますね。では、最終結果ですね。こちらは、ワンドの9の正位置ですね。どんな困難にも立ち向かえるということでですね。過去の経験が生きていきます。これもですね、これまでのあなた自身がやってきたことっていうのがですね、自分の力にしっかりなってるっていうことですよね。そういったところで、どんな困難にも立ち向かえる。立ち向かえるということは、それ自体を解決できるということなので、もっともっとあなたがパワーアップしていきますよね。レベルアップしていく感じですね。あなたの元々の経験値っていうのは高かったと思うので、それこそ最終的にはレベル50ぐらいだったのがもうレベル100とかそれぐらいに行ってしまうぐらいの力を持てるのかもしれないですね。という感じなので、やはり周りの人もですね、経験豊富な人として頼りにするっていうことも増えていくと思いますね。あなた自身のことをすごい、尊敬する人としてですね、これからも頼りにしていきたいなと、アドバイスもらいたいなと、そういう風に付き合ってくる人っていうのもどんどん出てくるのかなと、慕ってくる人ですね。そういう人たちも出てくると思いますね。あなたのそのやってきたことっていうのは、ここに来てしっかり実を結ぶっていうことですね。そうしたことによって人からも絶賛される、尊敬される、親しみを持ってもらえるっていうことです。では助言ですね。魔術師の正位置ですね。自信を持ってください。先頭に立つことを恐れずにしてくださいねということですね。もうあなたの場合は、これまでのカードの感じを見てても、かなりスペックが高い、レベルが高い方だとは思うんですよね。力がある人。なので、自信は持ってください。もちろん。全然そこを謙遜する必要ないと思います。あなたはすごい人です。自信持って進んでください。そして、人を導けるような感じではあるので、先頭に立つっていうこともどんどん増えていくと思うんですけれども、自分には向いてないと思わずに、それを恐れずに進んでいってください。きっとですね、それによって、助けられる人っていうのがたくさんいらっしゃると思うんですよね。あなたが先頭に立つことで、そこ
の後をついていく人たちっていうのが随分と助かると思うんですよね。そういったところもですね、意識して動いていただくといいかなと思いますね。では、オラクルカードですね。案内人です。あなたの前に道を切り開いてくれた人に声をかけ、彼らを祝い、助言を求めてくださいということですね。もちろん、あなた自身が経験豊富な方であるのは間違いないです。ただ、それのあなたの経験を培うまでに、いろんなことを教わった人っていうのはたくさんいらっしゃいますよね。そういった人たちですね。あなたより前にいろんな道を切り開いてくれた人、その人たちにやはり感謝の気持ちを持ってですね。そして、時にはあなたが頼りにされるように人を頼りにするっていうことも大事ですね。あなたもやっぱり困った時、困る時っていうのはあると思うんですよね。そういった時にしっかりですね、助言を求めてください。そしてオラクルカードの2枚目ですね。こちらがどんなに小さくても進歩は進歩です。人って大きな結果を求めてしまうっていうところはあるんですけれども、毎日毎日ですね、いろいろやっていくと小さくてもですね、進歩していくっていうことがたくさんあるんですよね。そういったところも大事にしていくと、それも少しずつ自信につながっていくのかなと思いますね。あなたのやりたいことっていうのは、もしかしたら大きいことなのかもしれないんですけれども、その前段階にある小さな目標っていうのも大事にしてください。それを達成することをまず褒めてあげてくださいね。そしてオラクルカードの3枚目が灰色です。結末は避けられないという風になっておりますね。こちらは良いエンディングでも悪いエンディングでも結末っていうのは必ず訪れる。今回のタロットカードで言うと最終結果のところになりますけれども、そういった困難に立ち向かえるようなあなたの力っていうのがありますから、そこの結末っていうのは避けられないかもしれないですけれども、それによって対応を考えるっていうことはいくらでも今からできるはずなので、まず自分がどういった対応ができるかっていうのでですね、心の準備をしていくっていうのは必要ですね。そういうふうにですね、避けられないからこそどうやって動いていくかっていうのを考えていただくといいのかなと思いますね。もちろん、その中でやっぱり選択肢によって枝分かれする運命っていうのはあります。その運命の中からどうなっていくのかっていうのもですね、またそれぞれ違うとは思いますけれども、その中で結果的にですね、結末っていうのがあると思うので、その結末のために自分が何をできるかっていうのをですね、考えていってほしいなと思いますね。それではルノロマンカードですね。こちらが無知です。我慢はやめて口に出そうということでですね。過去の時がですね、特にあなた自身が一人で頑張りすぎてて、で、自分に正直になれる時っていうのが今後は現れるっていうような感じにはなりましたので、その時にですね、我慢はやめることですね。自分の限界に行ってしまうと、やっぱり自分が疲れてしまう。また休息することになってしまうかもしれないので、そうならないために我慢はやめる。自分の口にするべきことはする。もちろんそれは周囲の人たちの感じとかですね、そういったところもあるとは思うんですけれども、あなた自身が全部我慢する必要はないっていうことですね。自分の伝えたいことはしっかり伝えるっていう風にしていってくださいね。無理はしないこと。それが一番大事です。そうですね。全体的なものを見ますと、ものすごくですね、良い流れが来てましたね。最初あなた自身の周りの人たちが避けるというわけじゃないですけれども、あなたのことをどう接していいのかわからないっていうところだったのが、どんどんですね、あなたのことが好きになるというか、頼りになるなっていう風に思ってもらえるような感じになっていくので、人間関係としても良い方向に行きますし、そしてあなた自身がこれからですね、自分のやれることっていうのもですね、どんどんレベルアップしていくような感じになっていきますので、すごく楽しみな今後になっていくのかなと思います。もしよろしければですね、こちらの方を参考にされて動いてみてください。以上が B の結果でした。
それでは C の方の結果です。周囲から見たあなたの雰囲気ですが、あなた自身がですね、ポジティブに考えて動いて大丈夫な時が来ます。その時にですね、あなた自身の悩みを聞きたいと思ってくれる人っていうのも現れますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去です。カップの10の逆位置ですね。言い争いがあったり、人との不仲、そういったところがありましたかね。それによる悲しみを抱えていらっしゃったっていうことでですね。これがかなりですね、お辛い過去ですよね。何か仲違いするようなことがあったんですね。そういうわけなので、やはり周囲の人、これは多分あなたと関係が険悪になってしまった人っていうことなのかなと思うんですけれども、その方が理由もないのにイライラしてしまう。あなたの顔を見ると、どうしても腹が立ってしまうとか、そういう風になってしまった。それは多分あなた自身もそうだったと思うんですよね。相手の顔を見るとやっぱりイライラしてしまうとかですね。感情を抑えられないとかそういったところがあったかもしれませんね。この方とはですね、そうですね、良好な関係を築けなかったかもしれません。もうそれはですね、過去のこととして、なかなか分けるっていうことも難しいかもしれないんですけれども、もうそれはそれとして終わったことだというふうに、切り替えることも時には必要かもしれないですね。それでは現在ですね。こちらがカップのエースの聖地ですね。満足感のある運気ということで、過去に変わりまして、かなり良い運気になっておりますね。人々と心が通い合えるような感じになっておりますので、あなた自身が仲の悪かった人たちとしっかりお別れができたのかもしれないですね。それか、現状その方とはですね、別れられなくても、とりあえずちょっと距離を置けるっていう風にはなったのかもしれない。それによって他の人とですね、心を通い合えて仲良くなりたいなと思ってくれる人たちっていうのが増えていくような感じですね。あなたのことを好印象を持ってくださるっていう方が現在は増えてらっしゃるっていうところがありますね。あなた自身が、じゃあ実際その現状ですね。どういった状況なのかっていうところがですね、愚者の逆位置ですね。あなたの状況。明確な方針がなくて決められないということでですね、満足感のある運気ではあるにもかかわらず、何か自分の中で決めきれない部分があるっていうことですね。それはもちろんそういう風に進めてしまうのもいいかもしれないですけれども、ただ宙ぶらりんな感じにはなってしまうので、ご自分の中でも気持ちが悪いのかもしれませんね。決められないっていうことなので、どうにも悩ましい部分ではあるんですかね。選択肢がたくさんあったとして、その選択肢が自分の中ではどれにしたらいいだろうかと、どれも魅力的に見えるし、どれもリスクがありそうにも見えるっていうことかもしれませんね。そうしていくと、進むためにですね、なんとなく進んでしまうっていうことになってしまうので、せっかくいい運気が来てるので、できればですね、自分の中で何かしらのですね、目標を立てていただくといいのかなとは思います。で、実際その周囲の人っていうのも、あなたと仲良くしたいなとか思ってくださる方っていうのが増えているっていうことなので、そういった人たちと交流をしながら、自分のですね、中に何かしらやりたいこととかですね、してみたいなと思うことっていうのが、芽生えてくればですね、それに向かって進んでいくのでもいいと思います。無理やり詰めてしまうと、それはそれで自分が後悔するっていう可能性もないとは言えないのでですね。難しいところではありますね、判断が。自分の中で楽しいなとか、いい日だなっていうのが続くっていうことはいいことだと思うので、その中で万が一選択肢があって、それでちょっとでもですね、惹かれるものがある、目標が何かあるのであれば、それに向かって進んでいくっていう風にしていただければいいかなと思いますね。あまり急ぎすぎると、それはそれで大変な思いをする可能性もあるので、私自身も見ていて判断難しいなとは思ったんですけれども、できれば自然と浮かぶ
結果ですね、方針っていうものに動いていってほしいなと思いますね。それがもし現在ないのであれば、それはそれで仕方がないかなと思います。今後ですね、また自分の中で目標っていうものができていくかもしれないので、そうしていくこともいいですし、現在にせっかくいい運気っていうことで、その中で見つかるんであれば、それで動いていくっていうのでもいいですし、そのあたりはですね、ご自分次第っていう形にはなるかなと思います。では未来ですね。こちらが力の逆位置ですね。あと少しのところで値を上げてしまうかもしれませんということでですね。ということは、あと少しなんですよね。なんだかちょっとスパルタのような感じに言ってしまいましたけど、あと少しのところで値を上げてしまうっていうのが分かったってことは、じゃああともう一踏ん張り頑張ろうっていうですね、あと一つっていうふうに思っていただくと、この未来っていうのは変わっていくのかなと思いますね。値を上げてしまう、これで休むっていうこともいいかもしれないですけど、せっかくならあと少しなので、結果につなげてほしいなと思いますので、あと少しなんだっていうふうに意識していただくといいと思いますね。で、その中で周囲の人がですね、あなたのことを協力したくても協力できないような感じになってらっしゃるっていうことで、何かあなたのその困難を抱えてらっしゃる姿を見て、心配はしてるけれども、どういう風に助けたらいいのかなっていうので迷ってらっしゃるっていうようなところがあるみたいなので、もし周りの人に助けを借りたいということであれば、明確に自分が何を求めてるのかっていうのを相手に伝えるっていうことが大事かもしれません。自分自身も何を助けてほしいのかもわからないっていう感じになってしまうと、周囲の人たちもそれが協力できないっていうことになってしまうのかなっていうのが感じられたのでですね。できれば自分の中でしっかりと言語化していく、明確にしていく、悩んでることをですね。それを伝えるっていう風に動いてもらうといいかなと思います。で、そうやって人から協力してもらえるようになれば、またその少しのところから一歩進むっていう結果を出すっていう部分でもつなげていきやすいかなと思いますね。では、周囲ですね。こちらはどういった人がいらっしゃるのか。月の聖地ですね。そうですね。信用できない、すべてを見せてはいけない人もいらっしゃるということで、これはですね、人をよく見極めていただく必要があるのかもしれませんね。どこか信用できないっていうことなので、そういった人には、それなりの対応をしていくっていうのがいいと思います。ここにあるように全てを見せてはいけないという、これがまさしく正解の対応かなと思いますね。何でもかんでもその人に本音を話してしまうと、その人がまたトラブルに巻き込むっていう可能性もあるので、信用はちょっとしにくいなとか、なんかこの人一緒にいても、ちょっと過ごしにくいなとか思う人、そういう人がいらっしゃればですね、その方とはですね、一定の距離を置いて過ごしていただくといいのかなと思いますね。あなた自身が過去に人間関係で悩まれてたっていうところがあるので、その過去の経験を生かして人との距離感をまた悪い関係になる前に保つっていうこともできるような感じがしますので、もしよろしければですね、そういう風に動いていってほしいですね。では、最終結果ですね。こちらがカップの4の聖地ですね。恵まれた状況に気づけないということで、ポジティブに考えて動いて大丈夫な時です。そうですね。これはですね、あなた自身がせっかくですね、いい方向に行ってるのに、状況に気づけないっていうことなので、そこをですね、チャンスを逃さないように動いてもらうことが一番大事かなと思いますね。今こうやってお話ししたので、ということは、ちゃんとポジティブに考えて動いて大丈夫ですよっていうことです。むしろネガティブな感じで動いてしまうと、自分自身がせっかく恵まれててもそれに気づけないっていうことがあると思うので、できればですね、明るい気持ちで進んでいってほしいですね。そしてその中で、周囲の人っていうのは悩みを聞きたいと思ってくれると。未来でですね、協力したくても
できないなっていうふうに思ってらっしゃった方がいらっしゃるとお伝えしましたけれども、そういった人がですね、最終結果でもいらっしゃるっていうことですね。協力したい、悩みを聞きたいと思ってくださる方、そういう人は大事にした方がいいですね。そして自分自身のですね、できれば良い運気っていうのを持ってらっしゃるっていうことがあるので、そこに進むためにですね、そういった人たちに悩みを打ち明けながら進んでいくといいと思いますね。何でもかんでも自分一人でやろうとすると、時に誤った方向に行ってしまっても、やっぱり気づけないところがあると思うんですよね。そういう時に助け舟を出してくださる人がいらっしゃるっていうことが何より大事かなと思いますので、そうやってちゃんとあなたのことを心配してくれる人がいるっていうことなので、その人とはですね、しっかりと交流していただいて、自分が間違った時にはちゃんとですね、止めてくれる人、そういった人をですね、そばにいてもらうのがいいかなと思いますね。そして助言ですね。塔の逆位置ですね。少しずつ心を現実に順応させてくださいということでですね。あなた自身がもしかしたらですね、ものすごく理想と現実っていうもののギャップに打ちのめされやすいタイプなのかもしれないですね。その恵まれた状況に気づけないっていうのも、結局あなた自身がその現状に対しての自分にとっては恵まれてないと思ってらっしゃる可能性がある。十分恵まれてるんですけれども、そこに気づけてない可能性があるということですね。だからこそ助言に出てきたのかなと思います。それをですね、自分自身の現実、心っていうのを、理想はもちろん持つのは大事ですよね。そこに向かって前向きに進んでいくことっていうのは、やっぱり人間誰しもですね、これからを生きていくために必要なことっていうのはあると思うんですけれども、でも実際今自分が生きてるこの生活、現実っていうのはここにあるっていうことですよね。それをそのまま見ないふりをして動いていくわけにはいかないので、しっかり自分の現実を見る。現実自体はやはり大事にすることですね。結局自分が生きているところなので、それを順応させて生きていく。その中で自分が恵まれている状況になっているんだなっていうところを意識していただく。そしてそこからまた進んでいくっていう風に動いていただくといいと思いますね。もちろんその中で自分の理想っていうのもですね、合わせて大事にしていただくっていうのはもちろんいいと思います。では、オラクルカードですね。1枚目が二重性です。人生は永遠の二面性を持っています。その通りですね。良い面、悪い面。これは一番わかりやすい例えにはなりますけれども、どんなものでもですね、二面性っていうのは必ずあるっていうことなんですよね。ご自分の人生の中で。それを自分がどう捉えるかっていうことだと思うんですよね。先ほどのお話にあったように、自分が恵まれた状況に気づけるか気づけないかっていうのが、それもある種の二面性ではありますよね。気づくか気づけないか、現実か理想か。いろんな二面性ありますよね。それをどっちもですね、別に大事にするのはいいと思うんですよね。時に慎重になったり、時に積極的になったり、そういう風にですね、その二面性に合わせていろいろ動いていくっていうことはしていっていいと思います。いつでもそういう風に意識していただくと、過ごしやすさが変わるのかなと、過ごしやすくなっていくのかなと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目ですね。人生はいつもあなたを折り曲げます。ですが信じてください。あなたは壊す強さがあります。そうですね。これも人生においてのお話ではありますね。あなたを打ち砕こうというようなことってたくさんあるんですよね。過去もあなた自身は辛い思いをされていたっていうところもありましたからね。だけれども、それをですね、ぶち壊して進んでいける
壁があったらですね、穴を開けてでも進んでいける、それぐらいの強さがあなたにはちゃんとありますよという、なんとも力強いカードにはなります。そういったメッセージをですね、カードさんの方送ってくれてますね。そしてオラクルカードの3枚目が塔です。プラグを抜いてリラックスして過ごしましょう。そうですね。時にはですね、全力でやっぱりプラグっていうのが充電で電力をいつも供給してて、ずーっと全力でやるっていうのがすごく疲れますよね。電気満杯でいつでもずーっと走り続けなきゃいけないとか、そういった機械に例えるとそういう感じですよね。なのであなた自身も自分の全力で頑張るっていうプラグを一回抜いてもらって、電力をオフにしてもらって、リラックスして過ごすっていうことも時には大事ですよっていうことですね。そしてルヌルマンカードですね。怒りです。現実をベースに考えましょう。現状でスタイルを確立させる時ですということで、これは助言と同じような感じの部分が出てきましたね。やはり現実をまず自分自身でしっかり意識していただくことが大事っていうことですね。その中でどうやって動いていったらいいかですね。何よりあなたにはそれがものすごくあなた自身の過ごし方としては合ってるっていうことなんですよね。現実ベースで物を見る。そしてスタイルを確立させて、そこからどうやって進んでいくのか、目標を作っていくのかっていう風に動いていただくといいと思いますね。で、あなたのことをしっかりですね、心配してくださる方もいらっしゃる。悩みを聞きたいなと思ってくださる方もいらっしゃるということなので、そういう人にもね、頼りながらでいいので、ぜひ動いてみてください。そうですね。あなたの場合はですね、まず過去においてはものすごく大変だったなっていうのがありますので、そこからよく立ち直られたなとは思います。もしかしたらですね、傷はまだまだ深いとは思うんですけれども、それでも現在をですね、しっかりと生活してらっしゃる。そしてそれによって良い運気も引き寄せていらっしゃるっていうことですね。そしてこれからもですね、ポジティブに考えて動いていけばですね、しっかりあなた自身のですね、現状っていうのはうまいこといきます。そして自分自身の現実ベースっていうのをですね、大事にしていただく。で、頼れるところは人に頼っていく。周囲の人たちはですね、しっかりあなたのことを見ておりますので、はい。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。